皆さんは今使っているスマートフォンやパソコンの中にどれだけのデータが保存されているか考えたことがありますか？家族の写真や大切な思い出の動画、仕事のファイル、好きな音楽など、私たちの生活はデジタルデータで溢れています。しかし、こうしたデータを長期間安全に保存することは、実は大きな課題となっています。ハードディスクは平均3年から4年程度で劣化し始め、USB メモリや SD カードも長くても10年程度の寿命しかありません。では、人類の大切なデータを100年、1000年、あるいは100万年という単位で保存することは可能なのでしょうか？実は、その答えが私たちの体の中にあるのです。DNA という分子は、地球上のすべての生命の設計図を数十億年にわたって保存してきました。今、科学者たちはこの DNA を利用してデジタルデータを保存する革命的な技術を開発しています。それが DNA ストレージです。DNA ストレージは従来のデジタルストレージ技術の限界を超える可能性を秘めています。なんと、たった 1g の DNA に世界中のデータセンターに匹敵する量の情報を格納できるのです。さらに、適切に保存された DNA は数千年、時には数百万年もの間、そのデータを保持し続けることができます。今日は、この DNA ストレージという驚くべき技術について、詳しくお話しします。DNA ストレージとは？ DNA ストレージとは、デジタルデータを DNA 分子の塩基配列に変換して保存する技術です。私たちの社会は、かつてないほど膨大な量のデータを生み出し続けています。スマートフォンで撮影する高解像度の写真や動画、インターネット上の膨大なウェブページ、科学研究で生成される膨大なデータ、そして最近では人工知能の学習に必要な巨大なデータセットなど、デジタルデータは爆発的に増加し続けています。調査会社の米 IDC によると、2018年時点で世界のデータ量は33ゼタバイトでしたが、2025年までには175ゼタバイトに達すると予測されています。1ゼタバイトは1兆ギガバイトに相当する膨大な量です。現在、AI の大規模モデルの開発が急速に進んでいる状況を考えると、この予測さえも上回る可能性があります。このように増え続けるデータを保存するために、現在は HDD や SSD、磁気テープなどの技術が使われています。しかし、これらの技術には大きな課題があります。まず、物理的なスペースの問題です。データセンターは世界中で急速に拡大していますが、それでも増加するデータ量に追いつくのは困難になりつつあります。次に耐久性の問題があります。HDD や SSD の対応年数は通常3から7年程度です。より長期の保存に適した磁気テープでも長く見積もって50年程度しか保存できません。さらに、これらのメディアは定期的な更新や移行作業が必要で、常に新しい規格に対応しなければならないという課題もあります。このような背景から、より高密度で長期間安定したデータストレージの必要性が高まっています。その解決策として注目されているのが、生命の設計図を担う DNA 分子をデータストレージとして活用するという革新的なアプローチです。DNA は4種類の塩基、アデニン、チミン、グアニン、チトシンから構成されており、これらは A、T、G、C と略されます。コンピューターのデータが0と1の2進法で表現されるのに対し、DNA は4種類の塩基を使った4進法のような形でデータを表現できます。DNA ストレージの基本的な仕組みは、符号化、書き込み、読み出し、複合化の4つのステップで成り立っています。まず符号化のステップでは、保存したいデジタルデータを DNA の塩基配列に変換します。例えば、00を A、01を K、10を G、11を C のようなルールで変換します。
次に書き込みのステップでは、化学合成技術を用いて実際の DNA 分子を作り出します。これは指定した塩基配列の DNA 断片を化学反応で合成するプロセスです。そして読み出しのステップでは DNA シーケンサーと呼ばれる装置を使って合成した DNA 分子の塩基配列を読み取ります。最後に複合管のステップで読み取った塩基配列を元のデジタルデータに戻します。DNA ストレージには従来のデジタルストレージ技術と比べて圧倒的な優位性があります。最も注目すべき特徴はその驚異的な情報密度です。理論上 1g の DNA に約455エクサバイトのデータを格納できると言われています。これは最新の同容量ストレージメディアである LTO テープと比較して約10万倍以上の密度です。また DNA の安定性も大きな利点です。適切な環境で保存された DNA は数千年から数百万年もの期間情報を保持することができ、現在のデジタルストレージ技術では到底実現できない耐久性を持っています。DNA ストレージの研究は2012年にハーバード大学医学部が 650KB のデータを DNA へ保存する試みが成功したことで大きく前進しました。それ以降、様々な企業は研究開発を進めており、2020年には共同で ENA データストレージアライアンスという協会団体が設立されました。最近では DNA ストレージを利用した実用例も登場し始めており、2025年1月には米国の企業から書籍のテキストデータを DNA に変換して保存したカプセルの販売が開始されました。このように DNA ストレージは理論的な概念から実用化へと着実に進展しています。それでは DNA ストレージの技術的な特徴についてさらに詳しく見ていきましょう。DNA ストレージの何がすごいのか。圧倒的な情報密度。DNA ストレージの最も際立った特徴はその圧倒的な情報密度です。現在普及している最高密度のストレージメディアである LTO テープの最新規格 LTO-Q では1カートリッジに約 18TB のデータを保存できます。これに対して DNA ストレージでは同じ物理的サイズに約2エクサバイトものデータを格納できるとされています。1エクサバイトは100万テラバイトに相当するため、DNA ストレージは LTO テープと比較して約10万倍以上の情報密度を持つことになります。この驚異的な情報密度は DNA の分子構造に由来しています。DNA は非常に小さな分子であり、その中に大量の情報を効率的に格納できます。理論上は 1g の DNA に455エクサバイトのデータを保存できると考えられています。これは現在、世界中のデータセンターに保存されているデータ量に匹敵する規模です。このような高密度ストレージが実現すれば、データセンターの物理的なスペースを大幅に削減できます。現在のデータセンターは広大な敷地と膨大な電力を必要としていますが、DNA ストレージを活用することで、そのフットプリントを劇的に小さくし、環境負荷を大幅に低減できる可能性があります。永遠とも言える長期保存性。従来のデジタルストレージメディアの耐用年数は非常に限られています。一般的な HDD は3から10年、SSD も同程度の寿命を持ち、長期保存に適しているとされる磁気テープでも、その耐用年数は約20から50年程度とされています。しかし、ENA ストレージは従来のストレージと比較にならないほど高い耐久性を持っています。適切な環境で保存された DNA は1000年以上の期間にわたってデータを保持できます。研究によれば、重度で保存した場合に2000年間、凍結保存した場合には最大200万年間にわたって読み取り可能であるとされています。この驚異的な耐久性は
ENA という分子自体の安定性に由来しています。DNA は生物の遺伝情報を担う分子として、進化の過程で非常に安定した構造を獲得してきました。古代の遺跡から発掘された人骨や動物の化石から DNA を抽出し、その遺伝情報を解読することが可能です。実際に2013年には約70万年前の馬の骨から回収された DNA で全ゲノムの解析に成功しています。文化的、歴史的に重要なデータ、科学的な発見、芸術作品など長期間保存する価値のある情報を DNA ストレージによって数千年単位で保存することができるのです。また、従来のデジタルストレージでは技術の進化に伴って定期的なデータ移行が必要です。例えば、磁気テープの規格は次々と更新され、古い規格のデータを読み取るためには特別な装置が必要になります。しかし、DNA ストレージにはこのような問題がありません。DNA の構造は普遍的であり、将来の技術でも読み取ることができるため、技術的な陳腐化を心配する必要はないのです。驚異のエラー耐性。DNA ストレージの最大の強みは、40億年の生物進化によって培われた分子レベルの自己修復機能にあります。現在の技術も含め、データの書き込みや読み取りの過程では、エラーの発生を避けることができません。そのため、エラーによって部分的にデータが欠けた場合は、それを修復する必要があります。従来の HDD は、複数の場所に分けて保存するような物理的な冗長性に対策を依存するのに対し、DNA ストレージは異なるアプローチで対策します。ENA には、GC 含有量の制限と、同一塩基4連続禁止という生化学的なルールが存在し、極端な配列を排除することで、合成時のエラーを最大 50% 低減しています。例えば、同じ塩基が連続で続く A の連続や G の連続のようなエラーが発生しやすい配列を作らないようにすることで、エラーの発生を防いでいるのです。実際に、ハーバード大学の研究では、遺伝学の教科書をデジタル化して ENA で記録されたデータを読み出したところ、データのエラー発生率は100万ビット中2件でした。また、リードソロモン符号とコンテン符号と呼ばれる変換ルールを組み合わせ、4層構造の誤り訂正機構を持っており、2% の塩基エラーがあっても 90% のデータを復元可能です。これは1000ページの小説に2万文字の誤字があっても完全修復できる精度です。実用化に向けた課題。DNA ストレージ技術は大きな可能性を秘めていますが、実用化に向けては乗り越えるべき重要な課題がいくつか存在します。技術的な面だけでなく、経済的、社会的な側面も含め3つの課題をご紹介します。高いコスト。データの書き込みに必要な DNA 合成のコストが非常に高く、実用化の大きな障壁となっています。現時点では100塩基程度までの DNA は1塩基あたり数十円から数百円程度の価格、数日程度の納期で入手できます。しかし、大規模なデータストレージとして実用化するためには、この価格でも現実的ではありません。例えば、1MB のデータを DNA に保存するには、1ビットあたり約 0.5 塩基が必要だとすると、約400万塩基の DNA が必要になります。現在の価格では、1MB のデータを保存するだけで、数千万円から数億円のコストがかかることになります。また、データの読み出しに必要な ENA シーケンシングのコストも侮れません。次世代シーケンサーの価格は低下傾向にありますが、装置自体の導入コストや運用コストを考えると、まだまだ一般的なストレージ技術と比較して高コストです。この高コストの課題を解決するためには、ENA 合成とシーケンシング技術の革新が不可欠です。特に、並列化や自動化による効率化、
新たな合成アプローチの開発などは必要になるでしょう。DNA の安定性を維持するための保存条件。DNA は適切な環境下では非常に安定していますが、その安定性を長期間維持するためには、特定の保存条件が必要です。一般的に DNA はマイナス80度程度の環境で凍結保存することで、半永久的に安定した状態を維持できるとされています。しかし、極低温環境を維持するためには、専用の冷凍設備と継続的な電力供給が必要であるため、環境負荷やコストの面で課題となります。また、停電や設備の故障などにより保存環境が失われると DNA が劣化するリスクもあります。DNA の凍結と融解を繰り返すと一部の DNA が分解する可能性もあり、データの読み出しの際には注意が必要です。この問題に対しては、データの冗長性を持たせたり、複数の場所に分散して保存したりするなどの対策が考えられます。しかし、研究が進むにつれて、室温でも DNA を安定して保存できる技術も開発されつつあります。例えば、DNA をシリカガラスにカプセル化する方法や、特殊なポリマーで保護する方法などが研究されています。書き込みと読み出しの時間的制約。現在の技術では ENA 合成には塩基あたり数秒から数分の時間がかかり、他の技術と比較すると桁違いに遅いスピードです。また ENA シーケンシングも準備作業や解析を含めると数時間から数日を要します。例えば最新の SSD は1秒間に数ギガバイトのデータを読み書きできますが、DNA ストレージでは同じ量のデータを処理するのに数週間から数ヶ月かかる可能性があります。この速度の問題は ENA ストレージの用途を限定的なものにしている要因の一つになっています。現状では頻繁にアクセスする必要のないアーカイブデータや長期保存が主目的のデータに適していると言えます。日常的なデータのバックアップやリアルタイム処理が必要なアプリケーションには不向きでしょう。この課題を解決するためには DNA 合成とシーケンシングの並列処理技術の発展による処理速度の高速化が重要です。技術の進歩と産業界の協力により ENA ストレージの実用化に向けた取り組みは着実に進展しています。特に高コストと低速度の問題は新たな技術アプローチや大規模な投資により今後10年程度で大幅に改善される可能性があります。DNA ストレージはデジタルデータの長期保存という重要な社会的ニーズに応える革新的な技術として今後も発展を続けるでしょう。日本の DNA ストレージ関連企業。三菱ケミカルグループ株式会社証券コード4188。三菱ケミカルグループ株式会社は日本を代表する総合化学メーカーであり、DNA 合成技術や ENA 保存技術に関連する素材開発を行っています。同社は DNA ストレージの書き込みと保存に関わる重要な技術や材料の開発に貢献しています。三菱ケミカルグループは高度な材料科学の知見を生かし、ENA 合成に必要な化学物質や DNA の安定保存のための封入材料などの研究開発を進めています。特に DNA 分子を長期間安定して保存するためのカプセル化技術や環境負荷の少ない DNA 合成用試薬の開発などが注目されています。同社のライフサイエンス分野での取り組みは DNA ストレージ技術の実用化に重要な役割を果たす可能性があります。ENA の化学合成における効率化やコスト削減に貢献する技術開発は ENA ストレージの商業化に向けた重要な要素です。今後 ENA ストレージ市場が拡大するにつれて同社の材料科学の知見と技術力はこの分野でさらに重要性を増していくと予想されます。イルミナ株式会社海上場。イルミナ株式会社は
米国イルミナ社の日本法人として設立された次世代シーケンサーの世界的リーディングカンパニーの日本支社です。イルミナ社は ENA シーケーシング技術の分野で革新的な製品を提供している企業で、DNA ストレージ技術の読み出し部分に不可欠な ENA シーケンサーを開発、製造しています。2020年にマイクロソフト、ウェスタンデジタル、ツイストバイオサイエンスとともに DNA データストレージアライアンスを設立し、DNA ストレージの商業化に向けた取り組みを進めています。このアライアンスは DNA ストレージ技術の標準化や総合用性の確保を目的としており、将来的なマーケット拡大に向けた基盤づくりを行っています。イルミナ社の DNA シーケンサーは高いスループットと正確性を特徴としており、DNA ストレージからのデータ読み出しに適しています。特に最新の Nova SE9 シリーズは1回の実行で数テラバイト相当のデータを読み取ることができ、DNA ストレージの実用化に向けた重要な技術的基盤となっています。日本でのイルミナ社の活動としては、研究機関や医療機関への ENA シーケンサーの提供が主な治療ですが、DNA ストレージへの応用についても研究支援を行っています。特に国内の大学や研究機関とのパートナーシップを通じて DNA ストレージ技術の発展に貢献しています。今後、ENA ストレージ技術が発展するにつれて、イルミナ社の DNA シーケーシング技術はますます重要になると予想されます。特にシーケーシングのコスト低減と高速化は DNA ストレージの実用化に向けた重要な要素であり、イルミナ社の技術革新はこの分野の発展に大きく寄与すると期待されています。いかがでしたか？ DNA ストレージは私たちが日々生み出す膨大なデジタルデータを効率的かつ長期間保存するための画期的な解決策となる可能性を秘めています。たった 1g の DNA に現在の最高密度メディアの10万倍以上のデータを格納でき、適切に保存すれば数千年から数百万年にわたってデータを保持し続けることができます。これは人類の知識や文化を将来の世代に伝えるための理想的な方法と言えるでしょう。DNA ストレージ技術は急速に進化していますが、実用化に向けては高コスト、低速度、標準化などの課題も残されています。しかし、これらの課題は技術の進歩と産業界の協力により着実に解決に向かっています。日本においても東京大学定量生命科学研究所をはじめとする研究機関やイルミナ株式会社、三菱ケミカルグループ株式会社などの企業が DNA ストレージ技術の発展に貢献しています。技術の発展は始まったばかりですが、その可能性は無限大です。今後もこの革新的な技術の進化に注目していきましょう。今日はここまでです。この動画が面白い、役に立ったと思った方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。